皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて今月のテーマ、イームンセ先生の楽曲の1曲目はカモシンさんからのリクエスト曲で、街路樹の木陰に立てばガロスグヌラレソミョンという曲をカバーして紹介します。この曲は1988年に発表されたイームンセさんの第5週アルバムに収録されている曲で、イームンセさんの代表曲の一曲ですよね。私も大好きな曲です。イームンセさんは第3、4、5週アルバムで3年連続でゴールデンディスク賞を受賞しているんですが、1988年はこの曲で受賞されています。以前にインタビューの中でイームンセさんがご自身の作品の中で最も素晴らしいと思う曲としてこの曲を挙げていらっしゃったことがあるそうですね。歌手本人にとっても特に思い入れがある曲ということです。また韓国では音楽の教科書にも載ったそうなんですね。私が子供の頃は井上陽水さんの少年時代という曲が教科書に載っていて、授業で合唱したことがあったんですが、同じようなイメージなのかもしれないですよね。ただ少年時代と比べるとイ・ムンセさんの楽曲の方が音域が広くて歌うのがだいぶ難しいと思いますけどね。そしてこの曲も前回のトーク会で紹介した作曲家イ・ヨンフンさんの作詞作曲です。イ・ヨンフンさんはバラードからアップテンポまで多彩な曲を書く方なんですが、この曲は特に壮大で叙情的なバラード曲ですね。美しい景色の客観的な描写とそこに感情があふれてくる様子が歌詞に表現されています。カモシンさんがメッセージの中でイントロからの展開にびっくり、サビの壮大さ、哀愁感が満載で一度聴いたら忘れられない曲とこの曲の魅力を語ってくださっていましたが、まさにそういう曲ですよね。まずイ・ヨンフンさんの楽曲ってイントロが印象的な曲が多いと思うんですよ。普通はポップスの曲のイントロってサビとか A メロと関連するようなコード回しだったりメロディーなことが多いんですけれども、なんか全然関係ないようなメロディーから始まる曲も多いんですよね。今回カバーする街路樹の木陰に立てばという曲も最初はなんかね、遊園地でかかってるような軽やかなワクワクするようなメロディーから始まって、イ・ムンセさんのボーカルが始まる部分から急にテンポも落としてですね、バラード曲が始まる感じなんですね。そして間奏の部分もまたボーカルラインとは違ったメロディーが出てきて、最後アウトロ構想の部分が最初のイントロと同じメロディーをゆっくり壮大にオーケストラで演奏しているという構成になっています。私は1980年代の生まれなので、もう日本ではポップスが文化として確立された時代に生まれ育っていることもあって、大人になってからイ・ムンセさんの曲を聴いて、なんでこんな構成になってるんだろうなと不思議に思っていたんですよね。でそして今月イ・ムンセ先生の特集をするために作曲家のイ・ヨンフン先生についてもいろいろ調べてみたら、イ・ヨンフンさんがご自身の音楽的基礎はクラシック音楽にあるっていうふうにね、インタビューで語っていたという記事を見つけました。で中でもバッハ、ベートーベン、ショパン、ラフマニノフといった作曲家を挙げていたと知って、あれはソナタ形式だったのかというね、長年の疑問だったこのイントロ問題がすっと負に落ちたんですね。イ・ヨンフンさんはクラシックと大衆音楽の間を埋める音楽を目指していたそうなんです。でイ・ヨンフンさんの作曲した楽曲はボーカルなしでカラオケ音源の部分だけで聴くとそのままでクラシックの曲になり、そこにイ・ムンセさんのボーカルですね、温かみのある素朴なボーカルが加わることで大衆音楽の領域まで広がっていったと解釈されているようなんですね。なのでクラシックのソナタ形式のようにイントロの部分で提示された主題が最後に再現されてるなって思うと、この曲のね尊さが理解できたような気がしました。ちょっとねマニアックな話で申し訳ありません。
で世間的な評価っていうのはイ・ヨンフンさんの楽曲がトロットからポップバラードへの転換点になったっていう風に言われてるんですけれども、それはあくまで結果的な部分なのかもしれないですね。ご本人はポップスを開発しようとして成功したっていうわけではなくて、クラシックと大衆音楽をつなぐような音楽を目指しているうちに、それが皆さんに受け入れられてバラードの基礎になっていったっていう流れがね、興味深いと思ったので、ちょっと今回紹介しました。では続いて今日カバーする曲の歌詞の内容に入っていきますね。この曲の歌詞はかつて思いを寄せた人との記憶を移りゆく季節の情景とともに思い出している内容です。今日はサビの部分の歌詞を紹介するんですが、最初出だしの A メロの部分ではライラックの香りを嗅ぐと忘れられない記憶が蘇るという部分で始まります。なのでおそらくこの歌われている街路樹っていうのはライラックなんだと思うんですよね。ライラックって木なんですけど花が咲くんですよね。春に、薄紫色とかピンクに近いような色の花がわーっと咲いて、で秋には葉っぱがうっすら黄色に紅葉して散るタイプのものが多いんですよね。で、私が学生時代に北海道に住んでいたんですけれども、札幌の木がねライラックなんですよ。でライラックっていう名前がついてる電車もあって、で札幌の大通公園ではライラックのお花が咲く時期にライラック祭りなんていうのがあったりして、結構ライラックの花が馴染みが深い花なので、ライラックっていう言葉が出てくるのがまず嬉しかったですね。そして A メロ2回しあるんですけれども、2回目の部分では秋の雨風でライラックの葉っぱが散って、それとともに記憶も薄れていってしまうというような様子が歌われております。では、今日はサビの部分の歌詞を紹介しますね。이렇게도 아름다운 세상,こんなにも美しい世界、잊지 않으리, 내가 사랑한 얘기,忘れないだろう、僕が愛した話を。この잊지 않으리っていうアヌリっていう表現はですね、自分の意思を込めたような表現なんですね。なんでもう忘れないだろうっていう風に訳してるんですけど、もう絶対に忘れはしないぞみたいな、忘れないんだという意思が込められている忘れないだろうっていう感じです。で、続きの部分の歌詞いきますね。여위어가는 가로수,痩せていく街路樹、그늘미 그 향기 더하는데,木陰にはその香りが増すのに。아름다운 세상,美しい世界。너는 알았지,君は気づいただろう。내가 사랑한 모습,僕が愛した姿に。저 별이 지는 가로수,あの星が沈む街路樹。하늘미 그 향기 더하는데,空の下、その香りが増すのに。という内容です。なんか何かの香りと思い出がリンクするってすごくよく感覚的にわかるんですよね。なんでこの曲は毎年春になってライラックの花が咲いたら、その愛する人との思い出を思い出す、その香りとリンクしていると。だけど年を取るごとにだんだん街路樹は痩せてって、で毎年その香る春が来るのにだんだん思い出が遠くなっていくと。それが美しい世界の中で繰り返されてるっていうような、なんかそんなエモさをね、個人的には感じております。この曲は男女問わず多くの歌手がカバーしていてですね、私は原曲よりも先にイ・スンチョルさんの10周年記念アルバムでこの曲を聴いたんですけれども、先月紹介したロック歌手のイム・ジェブムさんもカバーされております。もう誰が歌ってもね、いい曲なんですけれども、イントロとか間奏の部分がポップス風に作り変えられてることがほとんどなんですね。でも今回はせっかくね、作曲家のイ・ヨンフンさんを紹介したので、原曲へのリスペクトを込めてですね、メロディーラインもかなり似せた感じでカバーしてみました。では曲を聴いてみてください。イ・ムンセさんの街路樹の木陰に立てばガロスグヌルアレソミョンという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。
今回のカラオケ音源はピアノとドラムとシンセサイザーの音が入っています。私は多くの部分をねピアノで弾いたんですけれども、原曲はオーケストラの伴奏なのでより壮大な音の広がりを感じることができます。イ・ムンセさんの公式 YouTube チャンネルで2018年のコンサートでのこの曲の歌唱動画が公開されております。こちらが本当に素晴らしいのでぜひ聴いてみてください。バックもねオーケストラの生演奏なんですね。で楽器の方々の演奏も素晴らしいです。こちら概要欄にリンクを貼っておきます。原曲を超えるカバーはないとですね、私の敬愛するバラードの皇帝ソン・シギョンさんもおっしゃっているんですが、特にこの曲に関しては他の誰もイ・ムンセさんの歌声を超えることはできないんじゃないかと個人的に思っております。カモシンさんも哀愁感満載と書いてくださったんですけれど、サビにね何度もうーっていうフレーズが出てきますよね。でこの部分がねやっぱりイ・ムンセさんが一番いいんですよね。ここに込められてる哀愁感がやっぱりイ・ムンセさんの声の響きだからこそ表現できるんだと思いますね。で2018年のコンサートでも2番のサビの部分ではお客さんに一緒に歌ってもらおうとしてイ・ムンセさんが客席にこうマイクを向けるんですけど、うーのとこだけは必ず自分自身で歌ってるんですよ。でご本人でももしかしたらこだわりがある部分なのかもしれないですね。そんなわけでカモチンさんいい曲をリクエストしていただいてありがとうございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。